神君。一つ。天地のことは人の眼をもて知りて知りがたきものぞ。恐るべし恐るべし。一寸先は闇の世というが、心に明かりを灯すことができたら闇はない。心に明かりをいただけば、心は触覚の働きをするものである。危ないところは避けることができる。親愛にかばわれ、親愛を悟るとき、心の明かりはいよいよ冴えてくる。師匠がこの親愛にかばわれ、親愛を悟るときと、普通は親愛、神の愛と書くところでしょうけれども、ここでは師匠は誠の愛と書いておられます。誠の愛にかばわれ、誠の愛を悟るとき、心の明かりはいよいよ冴えてくる。神様が人間氏子を、それこそ真実の愛、誠の愛で包んでくださるということかもしれませんね。そのことに目覚めるということでしょうかね。そしてその誠の愛に目覚めたらどうなるのか。今朝は起きがけに、神様のお心のままにというお言葉をいただきながら、お目覚めのおかげをいただきました。神様のお心のままに。何か確かイエス様が最後のお言葉がこのような内容だったと聞いたことがありますが、神様のお心のままに御手に捧げますというのでしょうかね。ある意味これは信心の極意ではなかろうかと思いますね。イエス様が最後に開かれた境地とでも言えるのかもしれません。あまりクローズアップされることはないように思うのですけれども、ある意味一番大切な心の状態、これが神様のお心のままに、そういう心が開けたら、それこそ一寸先は闇の世というが、その闇の世はなくなるのではないでしょうかね。人間の思いであったり、人間の考え、知恵、才覚で明日のこと、未来のことをあれこれ思いを寄せる。そこに一寸先は闇というような思いにもなってしまうのではないでしょうかね。それが一切を神様に任せる。神様のお心のままにということが覚悟ができて、なるほど神様任せの生き方ができるようになったら、もう先の心配をすることもないわけですから、一寸先は闇というような世界から脱却することができますね。それこそどういうことが起こってきても、それは神様の誠の愛の中、神様の親愛の中と悟ることができたら、できた時に初めて神様のお心のままに身を任せるというのでしょうか。一切を神様にお任せするという心ができてくるのではないでしょうかね。何も分からずに神様の愛というものを感じ取ること、
もできずに神様のお心に任せきるということはなかなか難しいと思いますね。神様の愛を、その絶対愛を信じることができる。そこに初めて神様のお心のままにという神様任せの生き方ができるようになるのではないでしょうかね。その神様の絶対愛を絶対心が持てたとき、初めて神様任せの生き方ができれるということではないかと思いますね。その神様任せの生き方を目指す。そのためにはどうしたらその神様の愛を感じ、また神様任せの生き方ができれるようになるのか。その手立てを師匠は教えてくださったと思うのですね。それはやはりどこまでも成り行きを尊び大切にするという生き方、ここに尽きるわけですね。一つ一つの成り行きを尊び大切にさせていただく中に、神様の愛を実感として感じられるようになる。ただ書物の上で、あるいは人の話を聞いて、神様の愛だと、絶対愛だと、親愛だと、神様任せだというようなことを頭で分かっただけでは、なかなか実際何かが起こってきたときに、神様のお心のままにというような境地は開けませんね。やはり日々の生活の中で神様の親愛の間違いなさを実感するところから神様任せの生活もできてくる。ではどうやったらその神様の愛を実感することができるのか。それは成り行き任せの生活。神様のお心のままにというそのもう一つ手前に、それは成り行きのままにという生き方があると思いますね。もうまたある意味その成り行きのままにという生き方そのものが神様のお心のままにという生き方でもあろうと思いますね。まずは成り行きを尊び大切にする、その生き方を身をもって実践する。そこに神様の愛がだんだん分かるようになる。そしてそこから今度は積極的にこちらが神様のお心のままにという生き方ができてくるのではないでしょうかね。魚釣りは船釣りに始まって船釣りに終わると言われるようですけれども、この方の信心は成り行きを尊び大切にすることに始まって、成り行きを尊び大切にすることに終わるとも表現できるような感じがいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。